機動戦士ガンダムナラティブ、先行のハサウェイ、そしてククルス・ドアンの島。最近公開する映画は、すべて宇宙世紀関連の作品。そもそも宇宙世紀とは何なのか、ガンダム作品を通して説明します。動画を気に入った方はご登録をお願いしますね。爆発的な人口増加に伴って地球環境資源は悪化の一途をたどっていたんだ。その状況を打破するために長年夢見てきた宇宙に移民する計画を実行に移した。そのためには地球が一つにまとまる必要があったんだ。それでできたのが地球連邦政府ですね。そう、もちろん一枚岩ではなく反対勢力を連邦政府が秘密裏で潰していたらしいよ。宇宙移民政策開始の1月1日を西暦から宇宙世紀に改暦。12月31日、宇宙ステーション首相官邸ラプラスで最後のカウントダウンが始まった。1月1日に変わる瞬間、突如大爆発。世界中の人が見守る記念式典でまさかの爆破テロ。中継を見ていた人は宇宙世紀の不安しかよぎらないでしょうね。宇宙世紀の始まりは最悪の幕開けとなりました。宇宙世紀開始と同時に始まった宇宙移民計画。なんと、その計画がわずか50年でストップしたんだ。富裕層や特権階級者たちは住みやすい地球に居座り、宇宙移民者を宇宙人と差別し始める始末。宇宙移民をスペースノイド、地球に住む者をアースノイドと呼び、お互いの対立が始まった。宇宙世紀0058、サイド3首相、ジオン・ズム大君が地球からの独立国家として、サイド3をジオン共和国として樹立したんだ。しかし、地球連邦政府から自治権を獲得することはできなかった。さぞ無念だったでしょうね。大君の死後、宇宙世紀0079、1月3日に武力で自治権を求めた一年戦争が勃発。あのガンダムが活躍したのは、この戦争の終盤だったんだ。一年戦争だけでも30種類以上ガンダム作品があるらしいですね。地球にコロニーを落とし、当初は有利だったジオン公国だったが、ガンダムの活躍もあり、徐々にその戦力をそがれてしまうんだ。宇宙世紀0080、1月1日に終戦協定が締結。一年戦争に終わりを告げた。この後も各地で紛争が続いていたんだよね。特に印象深いのがデラーズ紛争。宇宙世紀0083、ジオン公国の残党軍デラーズフリートがガンダム2号機を奪い、連邦の艦隊式を襲撃。さらにコロニーまで奪い、北米地方に落着を許してしまったんだ。このことがきっかけで、スペースノイドへの警戒が強くなり、連邦内にティターンズを結成。暴走するティターンズに対抗する組織、エウゴとの武力衝突が、グリプス戦役にまで発展するんだ。さらにハマーン・カーン率いるジオン残党軍が加わり、三つどもえの大混戦。カミーユの操るゼータガンダムたちが、事態解決に奮闘し、ティターンズは瓦解したんだね。この戦いで、クワトロ・バジーナ大尉が行方不明になるんですよね。そのわずか1週間後、ハマーン率いるジオン残党軍がネオジオンを名乗り、ザビ家復興を目指した戦争が勃発。地球連邦市とダカールをはじめ、次々と都市を支配していったんだ。極めつけはコロニー落とし。ダブリンは壊滅状態に陥ってしまった。しかし、ハマーン快進撃はここまで。ジオン内部の内戦に巻き込まれてしまうんだ。そんな時に現れたニューヒーロー、ジュドーはアーシタ。ひょんなことから、エウゴのパイロットになったジュドーは、最新鋭のモビルスーツである、ダブルゼータガンダムで、ハマーンの野望を打ち砕いてしまったんだね。その後も、レジオン建国戦争、ムーン軍事変など各地で紛争が頻発していたようですね。宇宙世紀0093、しばらくの沈黙を経てあのシャア・アズナブルが、ネオジオンの総帥として帰ってきた。地球に隕石を落とすことで、地球を住めない星とし、強制的に人を宇宙に上げ、人類の革新を図ろうとしたんだ。最後は、アムロのニューガンダムと、シャアのサザビーの待望の一騎打ち。武器を使い果たし、モビルスーツ同士の肉弾戦、ククルス・ドアンから学んだアムロのパンチが、シャアに的確にヒット。シャアに勝利したアムロは、
地球に降下するアクシズを必死で止めようとするんだ。その後アムロはシャアと一緒に行方不明となり、表舞台から姿を消してしまった。兄さんもアムロもきっと生きている。この時代は再注目。ガンダムファンにとても人気のある時代なんだ。第2次ネオジオン構想から3年後の宇宙世紀0096、地球連邦政府の崩壊すら誘うと言われる重要機密、ラプラスの箱とその鍵であるユニコーンガンダムをめぐって戦いが繰り広げられた。ユニコーンガンダムを託されたバナージリンクスがザビ家の維持であるミネバ・ザビトン、その深遠な秘密に迫っていくんだ。この作品ではかつての人気キャラが登場することでも有名ですね。全世界にとって重大な真実を発見した2人はラプラスの箱を世界に向けて解放するんだ。しかしそれでも世界が変わることはなかった。連邦によるジオン撲滅作戦を阻止しようとする動きが各地で起こったんだ。しかし抵抗虚しく宇宙世紀000ジオン共和国が自治権を放棄し、あのジオン共和国は数多くあるコロニーの一つとなったんだね。一つの時代が終わったって感じがしますね。ライバルのジオンがいなくなったことで連邦の腐敗は急速に進むんだ。宇宙世紀003、ブライト・ノアの息子ハサウェイ・ノアは地球連邦の地球の私物化を激しく非難。反地球連邦政府組織のマフティ・ナビーユ・エリンのリーダーとして地球連邦政府組織の高官の粛清をし始めるんだ。クシーガンダムで不可能とも思えるテロ行為をいくつも成功させていった。レーンエイムのペーネロペーと激しく激闘を繰り返し、その結果凄惨な結末を迎えてしまう。マフティー動乱の後も残念ながら連邦政府の腐敗は加速していったのだ。宇宙世紀020、火星に拠点を築いたジオン残党軍がガンダムフォーミュラ90を強奪。しかし自滅に近い形で軍が崩壊してしまうんだ。その2年後、地球に拠点を置くジオン残党軍がクロスボーンヴァンガードの協力を得て復活。連邦軍の各地の基地を攻撃するも失敗し、ジオン残党軍は完全に消滅してしまった。この直後、クロスボーンヴァンガードはフロンティアサイド4を制圧。貴族主義を主張し、コスモバビロニアを建国。地球連邦政府に戦争を仕掛けるんだ。自律型大量殺戮兵器バグを放ち、大勢の人がその命を散らしてしまう大惨事に発展。シーブック・アノーが連邦軍最新モビルスーツであるガンダムフォーミュラ91を操りこれを阻止。このことが発端で連邦軍の弱体化がコロニー間に知れ渡った。木星戦役、神の雷地計画、ザンスカール戦争など連邦軍を脅かす事態にまで発展したんだ。宇宙世紀040、連邦政府がコロニーの自衛権を認めたことでコロニー間の自治権要求運動が再燃。コロニー間での紛争も多発し、宇宙戦国時代と呼ばれるようになった。木星圏の勢力も拡大し、地球連邦、コロニー間、木星圏という勢力図が完成したんだ。中国の三国志の時代のようですね。そうだね。宇宙の勢力を3分割して無駄な争いを避けようともしたんだ。宇宙世紀203、連邦政府内に組織されていた秘密警察マハが暴走を始め、独自でコロニーを襲撃し始めた。地球逆移民計画を掲げ、マハに協力した者は地球圏に優先的に住めると公言したんだ。マハの横暴に立ち向かうシャアのクローン、アフランシ・シャアを筆頭とした反地球連邦組織メタトロン。マハの本当の目的は地球連邦政府から独立しガイア帝国を築くことにあったんだ。その後、メタトロンは地球連邦に吸収合併、共闘してマハに立ち向かう道を選んだ。その際にアフランシ・シャアはメタトロンから外されてしまうんですよね。シャアのようなカリスマが登場すると連邦政府が飲み込まれてしまうかもしれないからね。宇宙世紀217、コロニー間の紛争の激化を収束させようと連邦政府はコロニーの制圧を開始した。しかし反発するコロニーとの紛争がさらに激化し、多くの命が奪われる結果となる。宇宙世紀218、仲介役のコロニーにより紛争は終結するが地球連邦政府は崩壊。ついに地球とコロニー間は
国際法上の同等の権利を持つようになったんだ。コロニーもセツルメントへと呼称が改められ、セツルメント国家議会を打ち立てた。これに属さないコロニーはセツルメント自由同盟を結成し、二大勢力が対立することになった。宇宙世紀の主な出来事を時系列に沿って紹介しました。今後も続々追加されるガンダム作品、まだまだ新しい出来事も追加されそうですね。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価をお願いします。また、好きな作品やキャラも教えてくださいね。次回の動画もお楽しみに。